さて今回の動画でも22歳からサッカーを始めてプロを目指す光選手にインタビューしていきます。光選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはよう。今日は歯医者に行ってきます。複雑な検査をしてきます。前回の動画では海外移住をする理由について伺いました。今回の質問1つ目、海外移住先としてなぜトルコを選んだのですか？トルコはサッカーが日本よりも盛んで、サッカーが日常に浸透しているサッカー大国です。そんなサッカーが盛んな国に住んでみたかったです。そしてトルコは日本よりもプロサッカーリーグが大きく、日本よりもプロサッカー選手になれる可能性が高いと感じました。いただきます。おはよう。今日も楽しんでいこう。あとは生活費や物価もトルコの方が日本より安く、リモートワークで日本円を稼いでいる自分としてはコスパが良く、仕事の時間を減らせてサッカーにもっと集中できると思ったからです。さらにビザ問題も大きいです。トルコのビザは特殊で、観光ビザを取得して延長を続ければ数年間は滞在できそうだし、ビザ問題を容易に解決できることからもトルコを選びました。なるほど、だからトルコにしたのですね。サッカーで海外挑戦というとドイツやスペインなどが有名で、トルコは聞いたことがありません。その点どうお考えですか？おはよう。今日も楽しんでいこう。確かに俺もサッカーの海外挑戦やサッカー留学の選択肢としてトルコは聞いたことがありませんでした。香川真司や長友佑都などサッカーの日本代表クラスならトルコ移籍の例がありますが、日本代表以外のレベルで日本人がトルコに挑戦した前例はありません。しかも彼らと違って私はオファーも何もなく自分で自分を売り込みに行く、現地に飛び込み営業に行きます。だからこそワクワクしました。俺はトルコサッカー挑戦のファーストペンギンになるって。トルコの公用語はトルコ語です。トルコに行く前、トルコ語は知っていましたか？トルコ語は一切知りませんでした。現地に行けば自然と覚えるだろうと思っていました。海外移住やトルコへ行くことに不安はありませんでしたか？サッカーを始める前の趣味は海外一人旅だったし、海外生活自体に不安はなかったです。でも海外でサッカーをするのは人生初だし、サッカー3年目で実力も足りなかったし、当時所属していた神奈川県3部リーグのチームでもあまり試合に出れないほどでした。確かに俺このままうまくいくのかな、プロになれるのかなという不安はあったけど、やるしかないと自分を奮い立たせ、不安を見ないようにして強がっていました。でも当時の俺は基本的に誰にも相談しなかったし、弱みを見せなかったです。なぜ誰にも相談しなかったり弱みを見せようとしなかったのですか？いただきます。Günaydın. Bugün en güzel gün yaparım. 当時の俺は少し異常でした。仕事にもサッカーにも追われていました。食事中でさえ仕事をしていました。時間とか金銭的な余裕もないし、気持ち的な余裕もなかったので、友達からの誘いもほとんど断り、人と関わることをしていませんでした。人と群れることは時間の無駄だと思っていました。尖っていました。そして、俺は誰もやったことがない挑戦をしている。なら誰に相談しても解決しないだろう。自分を信じよう。頼れるのは自分だけ。みたいな思考でした。そうやってどんどん人を寄せつけなくなっていって、自分から一匹狼のようになっていって、人に弱みも見せなくなりました。今の光選手は一匹狼ではないように見えます。人に弱みを見せることもできるし、当時よりも素の自分をさらけ出せるようになったように見えます。なぜ変化したのですか？人のつながりの大切さなど、いろいろなことに気づいたからです。当時と違って今の俺はプロサッカー選手になるために生きているわけではなく、毎日を楽しむために生きています。孤独は楽しくないです。人と一緒にいる方が今は楽しいです。
きます。おはよう、今日も楽しんでいこう。当時の俺を知っている人に最近会うと、顔つきとか雰囲気変わったねとよく言われます。当時よりも柔らかくなった、あったかい雰囲気になったと言われます。この話をしていると長くなるので、また別の機会にしてトルコに話を戻しましょう。22歳から初めてサッカーでプロを目指す理由。22歳から初めてサッカーでプロを22歳から初めてサッカーでプロを目指す理由。1つ目、サッカーが楽しいから。2つ目、わかりました。戻ります。当時のヒカルさんの状況やトルコに行く経緯は分かりました。けれどもサッカーを始めて3年でトルコに行く決断をしましたね。クレイジーではないですか。当時はサッカー3年目でサッカーを知らなく、怖いものなしでした。プロサッカー選手になるため大真面目にトルコ移住をしようと思っていました。当時は考えもしませんでしたが、客観的に見るとクレイジーかもしれません。でもサッカー3年目でトルコに行ったからこそ今の自分があります。おはよう、今日も楽しんでいこう。トルコ移住を決めた当時、日本には一生帰らないつもりだったそうですね。なぜ日本には一生帰らないつもりだったのですか。当時は日本にいることがつまらなかったです。日本ではない刺激的な環境に身を置きたかったのもあります。あとは日本で自分からどんどん孤独になっていって、日本が恋しいとか日本への未練はないし、今までの人間関係を全て断ち切って誰も自分のことを知らない場所に行きたかったです。また日本へ帰るのにも航空券代や時間がかかるし、日本へ帰ることは考えていませんでした。親にトルコへ行くと伝えたのもトルコへ行く前日だったそうですね。そうです。俺は町田でずっと一人暮らしをしていたし、実家にいる親とはコミュニケーションを全く取っていませんでした。市役所を辞めたことも知らなかったと思います。市役所を辞めて実家に帰ってきて、次の日にトルコに行くため空港へ行きました。親は驚いていました。トルコでサッカーをする時のビザ、学生ビザとか就労ビザとかいろいろあるけどさ。でも家族に別れを告げて空港へ行く電車に乗った後、涙が出たのは本当ですか。本当です。家族の前では絶対に泣きたくないから耐えました。バイバイをして電車のドアが閉まった瞬間、涙が止まらなくなりました。俺は自分から孤独を選んでいたけど、心のどっかでは人とのつながりが欲しかったのかもしれません。でも当時はその気持ちに自分ではまだ気づいていませんでした。なぜかわからないまま涙が出ていました。家族に会うのはこれが最後だと思っていました。当時はコロナ期間中でした。成田空港に行ったら PCR 検査陰性証明が必要と言われ、飛行機に乗れなかったそうですね。その通りです。俺のリサーチミスでした。なんとかして乗れないですか、マスクしますからとカウンターで粘ったのを覚えています。交渉しましたがダメでした。結局航空券を取り直し、次の日に PCR 検査を受けて陰性証明を受け取り、やっとのことで飛行機に乗りトルコへ飛び立てました。トルコ移住編、思ったより長くなりそうですね。次回こそトルコに行った時の話をしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。